皆さんこんにちは。今回は宮城県秋保温泉にある伝承千年の宿左官をご紹介します。秋保温泉は仙台の奥座敷と呼ばれ、宮城の鳴子温泉、福島の飯坂温泉とともに奥州三名湯の一つとして知られています。伝承千年の宿左官は代々名取の三湯の湯守を務めた伊達政宗公ゆかりの宿とされています。また2016年には東北で初めて G7 サミットの会場に採用され、さらに格式が上がった宮城県を代表する宿の一つです。今回は2012年に誕生した飛天ルームに宿泊しました。この動画では左官の素晴らしい館内と大浴場を中心に宿泊したお部屋や食事など全てご紹介します。さてこのチャンネルは私が実際に宿泊した宿について、館内全体からチェックイン、お部屋、お風呂、食事、チェックアウトまで臨場感のある動画を目指しています。特に温泉についてはなるべく実際に入浴してお湯をご紹介するようにしています。一通り見てもらえば宿の全体がわかるように構成していますので、皆さんのホテル選びの参考にしてもらえると嬉しいです。左官に到着しました。眼下に名取川を望む宿左官の概要をご紹介します。秋保温泉の歴史は約1500年前に遡り、当時の欽明天皇の病を癒し三湯の称号をいただいたとされています。左官の当主は代々三湯の湯守を務め、今の当主はなんと34代目。江戸時代には伊達政宗公の湯阿弥御殿として栄えたとされています。左官の客室は全140室、飛天館、山水館、花月館の3つの館を有する大型の温泉ホテルです。木造りの重厚で高級感あふれるエントランスです。館内はさらに歴史と格式を感じられる素晴らしいものとなっていますので、ぜひじっくりとご覧ください。こちらの扉から館内に入ると、金屏風がドーンとお出迎えしてくれます。こちらはフロントです。ロビーはとても広くてとても開放的になってますよね。下には池があって非常に高級感があります。照明とシーリングファンもおしゃれになってますよね。ロビーから中庭の景色も見えます。こちらは秋保温泉の源泉。江戸時代の地図です。とても価値がありそうな地図ですよね。なんと館内に伊達家と左官店という博物館のようなところがありました。初代佐藤勘三郎から現在まで34代続く左官の歴史が展示されています。とても広い展示室で、もう本当に博物館という感じですよね。こちらの家宝の成果は約300年前から一度も火を絶やしていないそうです。歴史的に価値のあるものが多く展示されています。こちらのフロアは左官当主の湯守の歴史が展示されています。こちらはなんと伊達政宗からいただいた着物だそうです。1800年前の秋保温泉街を再現したジオラマ。天皇家からのご菓子品も飾られていました。広い館内は長い廊下でつながれています。上にある釣り鋲もいい感じですよね。まるで美術館か博物館のような館内で、見ているだけで楽しめます。そしてこちらの2016年の G7 サミットのパネルが圧巻です。当時の麻生大臣と黒田総裁のサインがありました。麻生さんめちゃくちゃ達筆でした。独眼竜政宗のねぶた。ひな祭りの時期でしたので、ひな人形が飾られていました。
とにかく館内の高級感がすごいですね。自販機コーナーもありました。鯉がたくさん泳いでました。チェックインです。本日お泊まりの飛天館の7階38号室、中庭とベッド付きのお部屋でございます。はい、お夕食会場同じく飛天館地下2階にございます個室花いかだです。明日の朝食会場飛天館の2階宮城のビュッフェスタイルとなっております。朝7時から9時お好みのお時間でご利用ください。1階にございますラウンジでは5時から18時宿泊者様限定でティーサービスを行っております。まずはラウンジでウェルカムドリンクをいただきましたよ。一般のコーヒーや紅茶もありますが、ジンジャー甘酒やスープが特徴的です。中央には女将こだわりのおしゃれな紅茶のカップが飾られています。アイスジンジャー甘酒とチキンスープをいただきました。はい、今回のお部屋は飛天館7階飛天ルーム738というお部屋です。鍵はねこんな感じになってますね。なかなか変わった感じの鍵ですね。オートロックの引き戸になってまして、ちょっと珍しいかもしれませんね。こちらが玄関になってますけれども、玄関ね入ってすぐこんな感じでね左右に扉があります。まずこっちのねトイレ側から行ってみたいと思いますけども、でこちらがトイレですね。結構広いトイレですよね。でこちら側にお手洗いがあって、こちらにはねウォッシュレット付きのトイレがありました。ではこちらの扉をね開けてみたいと思います。でまずこちらにクローゼットがあって、でこちらが洗面バスルームですね。そしてこちら側お部屋になってます。結構ね開放的な感じのお部屋になってまして、まずちょっとね奥の方まで行ってみますけれども、奥はねこんな感じで庭になってるんですよね。とても広いお庭になってて、非常にプライベート感ありますよね。そしてあちらにちょっと今冬なのでね木は枯れてますけれども、なかなかいい景色が見えますよね。外に出てみますとこんな感じに見えます。広いお庭があって、でお部屋ですね。こちらの飛天館はですね13階までありますので、僕たちのお部屋よりもさらに上の方にねお部屋があるということになりますよね。ベランダはこんな感じで広くなっています。改めてこちらからお部屋を見てみますとこんな感じになってますね。手前側が畳になってまして、奥の方ベッドスペースは板の間になってますね。で、全体1部屋で、後でお見せしますけれどもバスルーム合わせて50平米ぐらいでしょうかね。でこちらにはマッサージ機があって、テーブルとチェアがありますよね。でそちら側ブラインドになってますけれども、こちら側にバスルームがあります。こちらがお茶菓子ですね。千日餅っていうお菓子とザ・オーメーカー樹氷ロマンということですね。それから左官の館内ちょっとご紹介しておきます。で左官はですね飛天館っていう館と山水館っていう館と、それから花月館という館3つあります。で基本的にはどの部屋も客室あるんですけれども、今回僕らが泊まっているのはこちらの飛天館っていう13階まである一番高い棟になります。で大浴場ですけれども、大浴場は花月館の地下1階の大浴場と飛天館の地下3階の名取の御湯、それから河原の湯というのがあります。男女入れ替え制になってますので、チェックインした日に早めに入らないと入れないお風呂がありますので、そこはね注意した方がいいかもしれません。で大浴場に関してはどちらもね撮影の許可をいただいてますので、
後でお見せしたいと思います。それからお部屋で Wi-Fi が使えます。Wi-Fi のスピード12ですので、12メガ bps ので、まずまずでしょうかね。ベッドはね、セミダブルベッドがこんな感じで2つ用意されてますね。そしてね、こちらにテレビがありますけれども、結構大型のね、50インチぐらいのテレビがあります。こちらはね、ミニバーのような感じになってますけれども、こちらにお茶のセットがね、用意されてますね。それからミネラルウォーター、こちらは無料ということですね。ドリップコーヒー、これ結構僕好きなタイプのね、ドリップコーヒーですね。そしてこちらがね、クローゼットになってますけれども、クローゼットはこんな感じになってます。で、下の方にバスタオルがありますね。あと床籠がありますね。それから浴衣とジンバオリが用意されてます。あとはね、ハンガーがありますね。で、それから冷蔵庫ですけれども、冷蔵庫ね、こんな感じになってまして、中にはね、特に何も入ってないですね。こちらが洗面になってますね。洗面はこんな感じになってますね。比較的広めのシンクが2つある洗面ということになってますね。こちらバスタオルだと思いますけれども、なんかこのリボンがかかってて、これなかなかおしゃれですよね。それからこちらにドライヤーがあって、アメニティもこちらにね、用意されてまして、綿棒とかね、櫛とひげ剃りとシャワーキャップですね。あとはこちらの、女性用のね、化粧品に関してはポーラのものが使われてます。そしてこちらからお部屋の、半露天風呂ですね、そちらに行くことができます。まず手前側にね、こんな感じで洗い場があって、シャワーがありますね。で、シャンプー類こんな感じで置いてあります。こちらもポーラのね、シャンプーが使われてます。そしてこちらがお部屋の半露天のヒノキ風呂ということになりますね。こちらはね、温泉ではなくて沸かし湯ということになりますけれども、お部屋の中に入るともうヒノキの香りがね、いい香りがしてなかなかいい感じにはなってますね。で、外の景色がこんな感じで見えて、そちらの窓を開けることはできますので、半露天のようなそんな感じになってます。ということで、飛天館の飛天ルーム738でしたけれども、いかがでしたでしょうか。はい、大浴場ですけれども、花月館のまず地下1階の大浴場ですけれども、こちらは奥行きのある浴室と充実のパウダールームというふうに書いてますが、本当パウダールームに関しては非常に広くてですね、いくつかブースに分かれてまして、でもちろん着替えのスペースとか洗面のスペースとか、あとはロッカーとかですね、そういったものがたくさんあってですね、非常に充実してましたね。で、お風呂ですけれども、こちらのね、花月館の1階のお風呂すごく良くてですね、とても広い湯船が2つぐらい、実際には途中つながってるんですけれども、広い湯船が2つのスペースに分かれてまして、湯船はね、石の湯船で、この石がなかなかね、いい味を出してるような、なんというかちょっと粗めの石の、目の粗い石で、とてもいい感じのね、湯船になってまして、で、上は木でね、縁取られてまして、雰囲気とても良かったですね。で、お湯もですね、こちらの花月館のお風呂に関しては、源泉 100% というわけではないんですけれども、かけ流しにはなってるんですけども、一応循環と消毒はね、されてるということです。色はね、無色透明で、匂いもしないんですけれども、ちょっとツルツルした感じの、温泉らしい感じの温泉でしたね。pH7.6 の弱アルカリナトリウム塩化物泉ということで、純食塩泉ということでしたね。花月館1階には露天風呂もあるんですけれども、こちらもね、広さまずまずの露天風呂で、半分ぐらい屋根がかかってて、開放感まずまずありましたね。柵が囲っているので、周りの景色はね、あまりよくは見えないんですけれども、あとこちらの露天風呂にはね、打たせ湯というのもあって、これもなかなか面白かったですね。それからこちらの左官の大浴場の、メインといえるのが、名取の御湯、それから河原の湯。こちらはですね、飛天館の地下3階にありまして、エレベーターを降りて、扉を開けて、そうするとウッドデッキでできた舞台のような、
そういったところがありまして、その通路、なかなかいい雰囲気のね通路を通って名取の御湯っていうのが左右にあります。名取の御湯のエントランスです。こちらは左側の名取の御湯の脱衣スペースです。で、名取の御湯に関してはちょっと似たような感じのねレイアウトの、お風呂が2つ反対側にあるんですね。おそらくもともとは男湯女湯と分かれてたものを今運用の仕方でどちらかのね男湯女湯で2つ使えるようにそういう風にしてるんじゃないかなというふうに思えるんですけども、湯船は少し小さめのね湯船になってますけれども、石でできた湯船で上に木が縁取られていて、こちらもなかなかねいい雰囲気のお風呂になってます。それでこちらの名取の御湯に関しては1階の花月館のお風呂と同様に源泉はかけ流しではあるんですけれども、循環と消毒はされているということでしたね。最後にご紹介するのは河原の湯。とてもいい雰囲気の露天風呂です。木で囲まれた通路とスロープを取りますので、足の不自由な方はご注意ください。50段ぐらいの階段でしょうかね。木でできた階段で屋根がかかってるんですけれども、そういったところを50段ぐらい降りていくと河原の湯があります。こちらがね河原の湯の脱衣所ということになります。こちらはねやはり少し狭めのね脱衣所で、数人程度の脱衣所になってますね。さて、それではこちらからお風呂に行ってみます。こちらが河原の湯ということになります。どうでしょうか。素晴らしい雰囲気ですよね。まさにね名取川が奥の方に見えて絶景の露天風呂ということになってますよね。石でできたね広めの湯船になってまして、大人 5,6 人は湯に入れる大きさですよね。で、屋根がこんな風にかかってはいますけども、周りはねかなり開放されてて、この辺りはさすがにちょっとねこう目隠しのようなそういった木はありますが、奥の方はね比較的開放的でもう川が見えてまして、本当河原の湯という感じのお風呂になってますよね。源泉がこちらからたくさん出てますけれども、こちらは加水もろ過もなしの源泉 100% かけ流しということで、非常に素晴らしいお湯が楽しめるのかなというふうに思います。お湯自体はね無色透明で匂いもしませんが、少しこうツルツルする感じのそういった感じの源泉になってます。これは非常にいいお風呂ですよね。貸切風呂をご紹介します。鍵はねこんな感じになってますね。こちらがね貸切風呂ということになってますね。こちらにねお風呂があるんですけれども、着替えのスペースはねこんな感じになってまして、やっぱりそれほど大きなものではないですよね。一応洗面といいますかドレッサーのようなそういうところがありまして、アメニティはねほぼお部屋と同様のアメニティが揃ってますね。お風呂はこんな感じになってますね。白いタイル張りのねお風呂になってまして、大きさ的にはね大人2人 2,3 人入れるかなというぐらいの大きさになってますね。そしてこちらには洗い場が用意されてまして、シャンプー類も用意されてますね。そしてですねお湯の泉質ですけれども、pH が 7.6 のナトリウム塩化物泉ということになってます。で、こちらのね貸切風呂に関しては源泉 100% かけ流しということになってますね。はい、それでは貸切風呂入ってみたいと思います。こちらがね左官の貸切風呂ということになります。見た感じねタイル張りでこう他の大浴場なんかのねお風呂と比べるとちょっと雰囲気違うなっていう感じはするんですけれども、結構広さもね十分ありますから、これぐらい広いお風呂にね一人で入れるのはなかなかいいかなという感じがしますね。で、お湯もね源泉かけ流しと源泉 100% かけ流しということになってますから、左官のお風呂の中では非常にいいお湯になってるのかなというふうに思いますね。で、結構ねこの触った感じも無色透明で無臭ではあるんですけれども、ツルツルした感じのね
とてもいい感じのお湯になってますね。湯上がりどころなど館内散策をしてみます。花月館の大浴場へ続く廊下の途中に湯上がりどころがありました。川側に突き出た展望デッキのようになっています。レモンウォーターと麦茶がフリードリンクになっていました。エステサロン F 分の1の揺らぎがありました。館内では唯一の売店ショッピングプラザです。かなり広い売店になっており、さまざまなものが売られていました。近くに日課ウイスキー工場と秋湯ワイナリーがありますので、そちらで作られたお酒も売られていましたよ。牛タンにちなんだジャーキーやお菓子もありました。中庭に出てみました。山水館を下から見たところです。こちらは飛天館。蔵がありました。歴史を感じますよね。なんと神社もありました。では今から夕食を食べに行ってきます。夕食は飛天館地下2階のお食事処雪月川でした。玄関では中井さんがお出迎えしてくれました。この畳敷きの廊下もすごいですよね。書や絵などがたくさん飾られていて、とても高級な雰囲気になってましたよ。こちら津軽塗の大きなテーブル。焼き物や鍋物が最初から配膳されていました。こちらが食事会場です。なかなか豪華な和室になっています。この奥には川が流れてますね。渓流ね、名取川。ちょっと暗いので見えませんけどね。さて、こちらが子供用のメニューです。子供用のメニューはちょっと珍しいですよね。で、ハンバーグ、エビフライ、コロッケ、フライドポテト。こちらはなんとお重になってました。上の段はサンドイッチやソーセージ、卵焼きなど洋食があり、下の段はお寿司になっていました。さらにコーンスープ。こちらは大人のメニューです。配膳の時は1品ずつ丁寧に説明してもらいました。こちらがフグの白子豆腐。赤西貝とウルイの梅マヨ添え。器の形も三日月でおしゃれですよね。こちらはあんこうともあえ。こちらはマグロ。こちらはホタテ。こちらの容器にお水を入れると水が沸騰します。こちらは寒ぶりです。脂がとても乗ってましたよ。こちらは牛ロース焼き。こちらは男爵釜ということで、芋やたけのこ、それからあさり、ごぼう、わかめなどが入ってました。ここに加えだね、シャキシャキ、中が里芋を潰してちゃんと丸めてる。あと柚子がかかってる。それでさっぱり感が出てる。
あ、エビの味がする。あ、このあんの中にもさ、エビのエキスが入ってんだこれ。こちらはメインの一つ、鴨鍋。こちらが鴨肉。これも美味しかったですよ。そして仙台の冬の鍋といえば外せないのはこちらのセリ。トッポギは韓国の料理です。カニご飯、香りも良くて身も入ってて大満足でした。こちらは下にとろろ芋が入っているので混ぜて食べます。一品一品見た目も素晴らしく大満足の食事でした。夜の盛んもイベントや夜景など魅力満載です。毎日20時から館内歴史ツアーが開催されています。中庭を利用したプロジェクションマッピングも毎晩開催されています。こちらはイントロの部分だけお見せします。中庭の景色を利用した素晴らしい演出でした。この先はぜひ宿泊してご覧ください。こちらは盛んを象徴する夜景です。お部屋からのタイムラプス映像です。お部屋からの朝の景色です。少し朝焼けしてね、いい感じですよね。朝食は盛ん名物プレミアムモーニング。食材が豊富なだけでなく、目の前でライブで作ってもらえる素晴らしいビュッフェでした。まずは焼きたてパンが目に入ります。こちらの奥の方で実際に焼いてました。クロワッサンが出来上がりました。早速一番乗りでいただきましたよ。クロワッサン以外の焼きたてパンもありました。こちらはジャムのコーナー。シリアルもありました。こちらも素晴らしい。サンドイッチを目の前で作ってくれます。妻はアボカド&たらこトーストを作ってもらいました。私はベーコンレタス&トマトサンドイッチを作ってもらいましたよ。こちらはソーセージ。小松菜おひたしと厚切りたらこ。梅干し。納豆は2種類ありました。きんぴらごぼうとピリ辛昆布。小ナス漬け。温泉卵カレーとスパイシーキーマカレー。スパイシーキーマカレーめちゃ美味しそうですよね。生卵や温泉卵もありました。他にオムレツもライブで作ってくれます。こちらは焼き魚のコーナーです。こちらも目の前で焼いてくれます。焼き塩サバをいただきました。茹で野菜です。ヘルシーですよね。ご飯はおかゆ、お赤飯、白米でした。ズワイガニの味噌汁がありました。こちらもいただきましたよ。味噌汁の具が並んでいます。海苔やなめこ、とろろなどご飯のお供がありました。こちらはちょぎれサラダ、生ハムと葉物野菜のサラダ。
なんと朝からワインがありました。さらにビールもありましたよ。朝からお酒はちょっと珍しいですよね。こちらは生ジュース、天然水のミネラルウォーター、アップルジュース、オレンジジュース、牛乳。こちらはサラダバーです。食材がかなりたくさんありましたよ。ソフトクリームやコーヒーなど、フレッシュフルーツ、ヨーグルト、フルーツポンチ。オムレツコーナーです。具材を選んで目の前で作ってくれます。今回はハムとトリュフを選びました。やっぱりライブで作ってくれるのは嬉しいですよね。出来上がりました。仙台麩と小松菜、白菜の煮物、エビとブロッコリーのマヨネーズ炒め、こちらはオクラとおろし。まだね、あったかいんですよこれ。出来たて、焼きたて。パリッパリです。もっちもち。カニの味噌汁ね。カニの出汁がね、いい感じ。こちらは作ってもらいました。こちらはオムレツ。今回ハムとトリュフ。アボカドとたらこのトーストだね。すごいよこれ。卵は美味しい。とろーっと口の中で。プレミアムモーニング、食材も豊富でライブで大満足でした。チェックアウトです。伝承1000年の宿左官いかがでしたか？さすが G7 サミットが開催されるだけあり、歴史と伝統、そして高級感が素晴らしい宿でした。これからもいろいろな宿をご紹介してまいりますので、ぜひチャンネル登録の上引き続きご覧ください。勝負の神、秋保神社と秋保大滝へ行ってきました。秋保神社はオリンピック金メダリスト羽生結弦選手が参拝し、勝負の神様として有名になった神社です。なんといっても参道の左右にある上りが壮観です。上りをよく見てみると、こちらは羽生選手を応援する上りですね。他にも受験の合格祈願などもありましたよ。ちなみにこちらの上りは1本6000円で立ててもらえるそうです。秋保神社の歴史は古く、約1200年前の平安時代初期に征夷大将軍坂上玉良丸が熊野神社を祀ったのが起源とされています。秋保神社本殿です。とても歴史が感じられますよね。こちらは勝石。こちらなかなか面白いんですよね。この丸い玉に悪い気を吹き込んで勝石という石にぶつけて割ると厄除けになるということでした。こちらが勝石です。たくさん石が割られてましたよ。こちらは絵馬です。羽生結弦選手もこちらの絵馬を描いたという話がありました。こちらは社務所です。上りの奉納を申し込むことができます。秋保神社からさらに車で10分程度、秋保大滝も見てきました。秋保大滝は幅6メートル、落差55メートル、華厳の滝、那智の滝に並ぶ日本三名瀑の一つと言われています。奥に秋保大滝不動尊がありました。まずはお約束で娘がお線香を立てました。こちらが不動尊です。大滝不動明王像が祀られているとされています。大滝の近くまで行くこともできるようですが、今回は雪もあったので焚見台へ行ってみることにしました。こちらの階段を降りていくと焚見台です。
円形にはなりますが、それでもなかなかの迫力でしたよ。今回の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録の上、引き続きご覧いただけると嬉しいです。